ほい、皆さんこんにちは。オランダワーホリ中のしゅんごと七重です。今日は僕たちがオランダに来てから驚いたカルチャーショック10選ということでお話ししたいと思います。かれこれオランダに来てからもう4ヶ月ぐらい経つんですけど、オランダの生活にもちょっとずつ慣れてきて、いろいろカルチャーショックとか受けてきたけれども、そのショックにも慣れてしまいそうなこの時期にオランダでのカルチャーショックを動画に収めようと思って喋っていきたいと思います。10個紹介するんですけど、最初は来る前からなんとなく知ってたオランダのことから順番に話していって、最後の方はオランダに来てから初めて知ったカルチャーショックの順番で10個話します。で、なるべく生活レベルで感じること、実際にオランダで生活してて身近に感じることを取り上げているので、そのつもりで聞いてもらえたらなと思います。これからオランダワーホリとかオランダ移住を考えている方はですね、ぜひ今日の動画を見て参考にしてもらえたらなと思います。じゃあまず一つ目、オランダ人背が高いですこれはもう知ってる人もめっちゃ多いと思いますけど、一応180センチあるんですよ、僕なんですけど、その自分がもう本当に埋もれるオランダ人の男性とかなんなら女性陣たちよりも自分の方が身長低いってことは結構ザラにあって、オランダ人やっぱり身長高いなっていうのは実感します。私は155とか6、日本の女性の平均ぐらいなんやけど、まずトイレも座るとこが高くて足つかなくってブランブランって、便座だったりとか、手洗う時に鏡で自分の顔見えない、自分の身長が低くて鏡が見えない、自分が映んないとか、自分が全然映んない、この辺しか映んないじゃん。よくあるよ、もう慣れた。この間さ、望遠鏡も覗けなかったよね。ロッテルダム行った時ね、全部だからオランダ人仕様に設計されてるからね。あと7位は子供用自転車とかさ、あれは中古でもともと13歳の子供が乗ってた自転車を譲りますって言って買いに行ったら足つかなかったの子供が乗ってたはずなのに結局俊吾が乗るっていう、本当に大きいんだね。生活内で日々感じます。はい。2つ目はオランダ人英語がとても上手で甘す。すぎる。これ他の動画でも話してるんですけど、本当に老若男女都会田舎関わらずみんな英語が上手、で生活には本当に僕たちもありがたいことに困ってないレベルでみんな上手、私らがオランダ語下手やって察した瞬間切り替えてくれるよね。そうそうそう。でも俺たちもさ、オランダ語で話したいからさ、オランダ語で俺たち話すけど向こうも英語で返してくるっていう謎の環境はあるけど、本当に上手だし、オランダ人の友達とかにも聞いたことあるけど、その英語を話すことに対しては別に何にも感じてないみたいなことを言ってたんで、公用語じゃないけど母国語みたいな感じだよね。本当にでもそのレベルでみんな自然に話せる英語で、3つ目は自転車文化。オランダはやっぱ自転車大国っていうのはオランダ来る前から知ってたけども、オランダやっぱり自転車も多いし、何よりも種類が多い。そう本当に思う。日本でいうママチャリだけじゃなくて、子供が前に乗れるバックフィーツって呼ばれるチャリとか、あれ衝撃的やった、初めて見た時、タンデムとかいろんな種類自転車あるし、オランダ人自転車ゴグるの超早い。だってさ、 Google マップでさ20分で行けますっていうとこさ、私と俊吾こいでもさ絶対20分で着かないんだよね。25分とか30分かかるけどオランダ人はバンバン抜かされるから、スピードが違う。そうね、速すぎ。でもオランダ自転車のレーンはすっごい整備されてるから、その辺はいいけどね。そうだね。それもまあ日本とは全然違うカルチャーショックって感じ。安全。次は電車のカルチャーショック。まず電車賃がめちゃくちゃ高い、オランダ。高いよ。日本の多分ね3倍ぐらいするんかな、感覚的にはね。のと、意外と電車遅れたりとか、来るはずの電車がキャンセルになってこないとかは結構あるよね。初日から食らったもんね。食らった日本の電車ってすごいんだなっていうのはやっぱ感じるし、一等車と二等車で金額が違うから、結構頻繁にさ、駅員さん、チケットのチェック来るよね。来るちゃんと確認される。あとはこれ電車じゃないけどさ、バス降りるときにみんな Thank you well ってありがとうっていう文化があるね。それめっちゃいいよね。カナダもさ、絶対降りるときにみんなさ Thank you have a good day とか言ってさ、降りてたやんか。なんか日本でそれあんま見たことないかもしれないけど、オランダでも言ってるね。言ってるみんな Thank you well いいカルチャーです。次、残業しない。しないね。僕の職場に限って言えば、5時が定時なんだけど、5時にはオフィスを出るから仕事自体は4時40分過ぎには終わるし、金曜日なんかはもうボスの大号令で4時には上がりますだからさ、予定よりさ遅くなるよりさ早くなることのがあんの。それ本当にやっぱ日本の時とかカナダの時とも全然違うからびっくりした。これはでもオランダ全体かわかんない、その俺の職場での話なんで、
私のところの職場もオーバーワークするみたいな感じのうんカルチャーはない。次はオランダ人ダイレクトああですそうですね。日本人みたいにこう遠回しな表現とか。はしなくて基本的にはもうダイレクトに伝えるって感じ。具体的に言うと例えばお家に招待してもらってご飯を食べさせてもらってこのご飯美味しくなかったっていうダイレクトじゃなくてどっちかっていうとご飯作ってもらう前にこの野菜が嫌いだからそれ以外で作ってほしいって言えるダイレクトさみたいな。うんうんうん、失礼っていう意味の直接的じゃない。思ってることとか言うけど人を傷つけないそう自分の意見を本当述べてるみたいな感じ。さっぱりしてる感じかな。だから言われても気を悪くしないし、自そう分自身も。本当にすがすがしいコミュニケーションの感じ次家に関するカルチャーショック、家賃やっぱ高いし、家自体少ないし、家の中傾いてたりするし、家についてはね別の動画で結構細かく話してるけど、本当なんか買うつもりなくてもこう不動産見てたらめっちゃ高いなって思う。高い、めっちゃ高い。日本と比べ物にならないぐらい高い。普通のうちでも高い。それはやっぱ需要とか供給のバランスもあるんやろうけど、あとさみんなカーテンしてないからさ丸見えだよね。お家ちょっと気まずい。リビングルーム外から丸見え。本当にみんなお家綺麗だからさ、なんかお気に入りの家とかあるもんね。わかるわかる。ここの家好きなんだよねとか、そうだから自転車で走ってても楽しい。そう人んいろんなち人んち見えるからめっちゃ楽しい。不思議だよね。なんか考えられない。次はご飯が意外と美味しい。オランダ来る前はオランダの料理ってそんな美味しくない。っていうか何も思い浮かばなかったよね。その隣国がさイタリアってフランスあって。ベルギードイツあってさオランダ料理ってないじゃん。だからあんま印象なかったけど実際来てみて食べてみてるけど美味しい。美味しい普通に。ストロップワッフルとか、ポファチェスとか、フリカンデルとか、キブリンとかハーリングとかオリボーレンとか。でもそれさオランダ人に言ったらそれご飯じゃなくてスナックだよ、ね。そうだからスナックはめっちゃ美味しい。だからさスナックは美味しいってオランダ人も言ってる。そうオランダ料理でもいろんなご家庭にさお世話になってるじゃない、僕らはオランダ人のみんなの家庭料理食べさせてもらってるけど、全部美味しいよね。ちゃんと作って温かいご飯美味しい、いいカルチャーショック。いいカルチャーショックやな。最後10個目は子供にまつわるカルチャーショックで子供の学校の休みが多いよね。調べたらでも年に5回とか6回ぐらいまとまった休みがある。日本はさ春休み夏休み冬休み。この間さ夏休み終わった後にさもうすぐ秋休みだからとか言ってさまた休みだ。で次さクリスマス休みだからって休みすぎちゃうって。でもその代わり普通の日に風邪とかじゃなくって旅行行くために休んだりしたら罰金取られるって言ってた。そうなんだ。罰金なんてあんの？そう言ってた。その辺厳しいんだね。なんかそうだからいっぱいある代わりに来ないといけない日はちゃんと行かないといけないかな。スーパーとか行くと中学生ぐらいの本当に子供が働いてるのがめっちゃカルチャーショック。一応法律上13歳から行けるんかな、でもいいと思う。時給が大人とは違う。ちょっと安くなるけど、近所のホテルもさ毎週日曜日さ、絶対掃除してるさ挨拶してくれる可愛い子。いい子ね。そうだからなんかちゃんとお金もらって、大人と同じ責任を渡されてお仕事するっていうのを13、4歳とかの若い時からやってると社会の一員としてすごいいい勉強になるんやろうなって思う。お父さんお母さんがさどんだけ大変な思いして自分のことを食べさせてくれてるかみたいなのもさ分かるじゃん。それで多分1時間6ユーロとかそれぐらいだけど、なんか6ユーロの価値を知ることができるやん、それで子供働いてると思ってびっくりした。するよね。もう見慣れてきちゃったけど、ということで10個オランダに来てからのカルチャーショックを喋ったんですけど、今日言えなかったこととかもいっぱいあるんですけど、過去の動画とか見てもらえるとオランダの生活のこととか日本とは違うところがたくさんあるかなと思うので、ぜひ他の動画も見てもらえたらなと思います。あとこのチャンネルではオランダワーホリとか海外生活の様子を定期的に発信しているので、もしよろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントももらえるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ドゥイーン。